はい、2週間ぶりのこんにちは、ちゃんゆかです。ということで、ドーン！これをお見せしたかった。こちらはですね、プラクサスの18分の1っていうサイズの TRX4M っていうですね、かなり小さめな可愛いサイズのマシンなんですけど、これがですね、すごいんですよ。ということで移動して、この子を走らせながらご紹介していこうと思います。レイク！はい、小さなクローラーといえばということでガレージにやってまいりました。で、この子の走破性を見ていただこうと思うんですけど、まずはオープン。まずこのシャーシを見ていただきたい。まずですね、これ純正でバンパーに LED が装備されてるんですよ。そしてサーボ、ちっちゃいんですけどメタルのメインギアを備えたパワフルなサーボがついてます。で、タイヤが結構プックプクのハイトラクションなタイヤなんですけど、それに負けずにきっちり45度のステアリングアングルを実現してくれます。さらにですね、ショックもオイルダンパーなんですよ。なのでしっかり減衰もありつつしなやかさも持ってます。で、モーターは180のブラシモーターがついてて、こちらこれ今までのトラクサスでは見たことない ECM なんですよ。受信機と ESC が一体型になっているユニットですね。これのすごいところが、まずギボシとかは全く使わずに直接ユニットにカプラを差し込んであるんですね。なのでモーターもこんな端子で、あとはこの辺りのサーボとかライトユニットはよく見かけるコネクター形状ですね。なのでコネクタを全部抜くと、このユニットから配線は全く出てないんですよ。このスッキリ感めっちゃ素晴らしくないですか？で、ここでちょっとご注目いただきたいのがバッテリーなんですけど、こんな感じのすごく小さなサイズの2セルリポで、容量は 750mAh です。割と容量は少なめな感じなんですけど、こちらのバッテリーが不足してます。で、カプラーがオリジナル形状なんですよね。今までのトラクサスにもない形状してて、プラスとマイナスとバランスの配線が一つのカプラーにまとめられてる感じですね。なのでバランス監視用のちっちゃいコネクターはついてない状態で、かなりスッキリしてますね。で、もちろん専用の充電器も付属してます。アウトプットは 2A の 7.4V で、この専用のカプラーに合わせた形状になってます。なので USB でもしっかりバランス充電してくれるっていうものになってますね。で、何に注目していただきたいかというと、この ECM 側、こちらにもですね、プラスマイナスだけじゃなくてバランスを監視してくれる端子がなぜかついてるんですよ。で、このバッテリーのサイズからは想像できないくらい長く走れるって評判なんですけど、これもしかしたら、ちょっと検証したわけじゃないんであれなんですけど、セルバランス見ながら電気使ってるのかな。だとしたらめっちゃすごいですよね。ここはちょっとおいおい追求していきたいと思います。ではですね、ちょっと電源入れていきましょう。このモデルはバッテリーをつなぐ前に必ずトロッコの電源を入れておく必要があります。というのも、いきますよ。こんな感じで接続即オンなんですよ。で、逆に電源切るときもコネクタ抜いてオフっていう感じなので、電源スイッチがないんですよね。これは電源の入れっぱなしとかを防止するための処置なのかなと思うんですけどね。で、さらにこのマシン、3つのモードのドライビングモードを持ってます。この EC セットボタンを押す時間の長さで簡単に切り替えができるんですけど、まず1つ目、普通に走るモード。通常通りスロットルオンで前進、逆トリガーでブレーキですね。で、もう1回ブレーキの方に入れるとバックするっていうモードになります。そして2つ目が今のモードに近いんですけど、ニュートラルでもう少し強くドラッグブレーキがかかるモードになってます。そして最後の3つ目がニュートラルでドラッグブレーキ 100% になって、トリガーを逆に動かすとそのままダイレクトにバックに入るモードですね。よくクローラーやってる方が使ってるモードなんじゃないかなと思います。と、こんな感じでですね、この小さなシャーシながらに本格的な装備がキュッと詰め込まれたマシンになってるんですよね。で、さらにここに被るのがリアルな樹脂製ボディ。めっちゃかっこいいんですよ、これ。で、もちろんですね、オプションパーツもめっちゃたくさんあるので、箱出しですぐ遊ぶもよし、オプションパーツを集めてホビーラジコならではのカスタムをして楽しむって醍醐味を味わうもよし、そんなモデルになっております。で、サイズがどんな感じか画面上だと分かりにくいと思うので、大きさ比べてみます。まずはミニッツ 4x4、 一回り二回り大きいかなくらいのサイズ感ですね。で、ミニッツと比べると大きく見えるんですけど、ここに10分の1の TRX4 を並べるとだいぶ可愛らしい感じのサイズ感に見えますよね。ちょうどこの
ルーフキャリアに塗るぐらいかわいい。そして X マークスやってみたかっただけなのですごいちょうどいいサイズ感なんじゃないかなと思うんですよね。ということで前置きがちょっと長くなっちゃいましたが、走らせていこう。かっけー。よし、いいぞ。ということで今回もこの即席フィールド走らせていこうと思います。まずはディフェンダーから XMAX へ、そして橋を渡り脚立の下の輪止めゾーンを通り、ここの木の板、ここはバックゾーンですね。ここで切り返しをして全身でトラクションがかかりにくそうななんか段ボールの筒をペチャっとしたやつ登らせて、そして最後ステンレストレイが4つ並ぶゾーンを通りててーんという感じでやっていこうと思います。その前にですね、それぞれのモードの前進リバース具合見ていただこうと思います。まずはデフォルト、次にモード1の普通のドライブモード、そして最後に全身側バックモード。かわいい。シェイクぞ。今回はデフォルトの設定でいこうと思います。ここが怖い。よし、乗った。よし、いいよ。結構この橋がトレッドに対してギリギリだからマジで怖い。よし、なんとか登った。こっからリアタイヤが落ちた。こっから向きを変えれるのか。うわー、落ちるー。こっから向きを変えていきたい。おっと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 、戻れるんですか。あー、右リア落ちた。いやー、この切れ角すごいな。あー、怖い。戻ってきて。おー、すげえ、これマジで。ここの輪止めと木の切れ端のゾーンを、あー、食わない、食わない。お、もうちょっと、あー、怖い怖い怖い。ゆっくり降りたい、ゆっくり降りたい。よしよしよし、いいよ。抜けた。よし、そしてここで切り返す。ここも結構狭いからな。あー、いけ。よし、来た。そして登る。このウレタンスポンジからあんまり食いそうにない段ボールをペチャっとしたようなところ。あ、でも案外食ってる。おお、いいぞいいぞ。ステンレストレイを一枚一枚
抜けていく。もう食わない。うわー、ラスト1枚。いけたー。いやー、これはかっこいいしめっちゃ面白い。今回は尺的にあれなのでこの辺りで終わろうと思いますが、若干恐怖感はありましたけど、アップダウンに対する安定感とこの素晴らしい切れ角、絶対ここでは測りきれない走破性ですよね。これ外でも走らせよう。いやー、ひとまず満足です。かっこいいし可愛いし、これはもう本当にいいね。さあ片付けるか。終わりー。